すみません。おはようございます。よいしょ。中出るかな。すみません。ちょっと設定いたしますね。セッティング命ですからね。あとアーカイブに残したらですね。聞こえてますでしょうか。ちょっとハウリングする可能性がありますが。と。大丈夫ですね。OK ですね。ハウリングして。もうちょっと寄りたいとこやけど寄ると難しいかな。寄らん方がいいかな。よいしょ。寄らずに行きますね。ほんの少しだけやっぱりタイムラグがあるんですね。聞こえてますか。いや、秋安さん頑張ってくださいね。今日は多分相当スピード速いですよ。今日はちょっとね、がっつりちょっと固めとこうかなと思います。絵の具を相当僕今回出してますので、皆さんの想像以上に相当の量の絵の具を使おうと思っております。よいしょ。もうちょっと寄りたいね。なんとかね、寄って下にできたらいいですが。ちょっと斜めですね。いろんなものがスマホにくっついてる。いろんなものがついてる。で、今回はちょっと不透明水彩のこのポスターカラーのガッシュですね。ポスターカラーの白。こちらを使います。おはよう。赤坂さんもすーちゃんも了解ですと。堀田さんもおはようございます。そう。ちょっと使ってみようかなと。綿棒見えましたね。わかんないです。僕やったことないので、予想を立ててちょっといつもやるタイプなんで、ブリブリブリと。ちょっとまだうちにはうっさい男がいますんで、若干ボリュームは低め。雨なんでですね、ちょっと外出れないんでですね、今日こちら雨です。これは普通の白ですね。草壁さんの白ですね。で、ピントは大丈夫かな。合いますね、大丈夫ね。タミコさんもおはようございます。中橋さんもおはようございます。同じ配色ですか。ね、なんとなくよくこっち使うんですけど、この辺も結構使うこと分かってきましたもんね。緑がやっぱ僕茶色緑めっちゃ使いますんで、なんかこっちの方が青緑系茶色系黒まで。でもこれもでこの辺あんま使わんのかな。中でも使うやつですね。なんかもう白とか案外先に使い出して、あと緑のこういうのですね。カドミウムグリーンライトネオン。なんかこれ案外使えますもんね。吉川さんもおはようございます。皆さんおはようございます。今日は激しいと思いますよ。激しくいこうと思ってますので。もうちょっとこっちにしようか。パレットがね、映るようにすみません。ほんの少し。もうほんの少しすみません。動かします。パレットがそんな映んないと思いますけど、すみません。ちょっとお許しください。今日はですね。9時から始めますね。いつも通り。もう時間通りでしょう。ここまでかっちり時間通りやる人いますかね。ちなみに鬼好評を今回は33人とかで
やっぱり2週に1回ぐらいにしてくださいっていうのが聞いてるようで、非常にいい数字で、実は今もうギリギリまで編集をしていまして、編集が終わって、動画化するんですけども、動画化というかですね、保存ですね。でそれをアップロードするんですけど、4本月火水木分を取り終えて、編集まで終わって1本アップロードして、月曜日の分ですね。あと火水木も簡単なのでアップロードはすごく助かりますというか、もうこのライブペイントが終わったら週末楽しく遊べるという状況におなようございます。この間の顔よりね冒険的か、でもなんかね想像実はできてて、今回の方がまあ顔のやつも実はもうちょっとかけたんですけど、やっぱり1時間半が疲れますね。それがなんか人の限界値なんだなと思いましたね。あ、5時ですね。そりゃそうですね。分かってますよ。もうちょっとすみません。なんかこっちに映ってんのとちょっと違うんですよね。ちょっと斜めですね。まあしゃあないですかね。このぐらいでいきましょうかね。あんま変に動かすと。笠原さん、笹葉さんですかね。いつもおはようございます。あ、もう皆さんいつもの方ですね。オフ会とかするっていうことは、こういう人たちが集まるってことでしょうね。ね、面白いですね。面白くなってきたな。これライブペイントが一番面白いというね、謎の、してないです。マスキングなしです。もう本当に、いわゆるスタンダード透明水彩的な感じですけど、スタンダードではないかと言われるかもしれませんが、相当ダイナミックにマスキング液も使いません。今回は使わないですよ。しんさん、おはようございます。浜井さんもおはようございます。大高さんも、真中さんも、皆さんおはようございます。久子湯本さん、湯本久子さんもおはようございますと。あと2分ほどになりました。時間通りいきますよ。結構どうなるかな。まあいけるだろう。何なんですかね、この自信と。この26回もやってると若干やっぱ慣れてきますよね。慣れてくるのも面白いもんですよね。カッチカチや、失敗した。筆を洗うの忘れていましたが、まあ大丈夫でしょう。キヤスさん真似していつでも戦いを挑んでください。皆さんに負けるわけにはいきませんのでね、それが先生と呼ばれるゆえんです。自分では言わないですが、9時から始めます。あと1分ほどで始めたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。これ一応電波時計なのでですね、9時から本当に3秒ずつ、だからこれ録画放送になるんですよね。3秒ずれてる録画放送なんですね。厳密に言うとライブじゃないんですよね。加藤さんもおはようございます。もう本当に皆さん、土筆さん、水野さん、皆さんおはようございます。もうね、さあ行きますせ。さああと30秒ほどとなりましたので、ぼちぼち気合を入れていこうと思います。ちなみにちょっと外、窓開いてるので犬の鳴き声が入ったり、セミが鳴き出して、今ちょっと雨降ってるんですけど出したりするかもしれませんが、気にせず行きましょう。あと15秒。10、9、川崎さんもおはようございます。30年前、僕もこれ多分小学生用ぐらいに5秒、4秒、3秒、2秒、1秒。じゃあ行きます。下書きはしておきました。まあまあがっつりしておきました。あとは写真をちょっと今回はあんまゆらゆらせんように、ですね、紙に貼っつけときました。ピント合いますか？大丈夫ですかね？よし、行きます。ちゅわ、茶色。濃いめに、ちょっとブルーを混ぜて。いきますよ。いきますよ。どこやどこやどこや。おとついぐらいに書いたんで。いきますよ。ポッ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 ポ。ポッ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 ポ。近所の人何しとんねんって思ってるでしょうね。うっさいおっさいやなって思ってるでしょうね。筆の毛先がちょっと乾いてる方がいいなと思ってですね。今ちょっと乾いてなかったんで。筆
で毛先が少し乾いているような筆で少しドライブラシと言いますけども描いていきます。恐竜に気づかれたか。雨なので公園とか連れて行けないのでですね、10時からなんていうか商業施設的なとこが空いてるので9時半ぐらいまでいて、ちょっとどっかに買い物行ってから行くねって言ってたんで、まだやつがいますので若干ボリュームは絞ってます。よいしょ。濃いところをまず描いていってます。もう相当絵の具を、これは多分プルシャンブルみたいなのと、ロワンバみたいな色でしょうね。かなり暗い漆黒の森の中の影みたいな感じで描いていってますね。ちょっとだけ水つけよう。ちょっとだけ。今日は2時間ぐらいで本当完成に近い状態まで持っていきたいので、なんとかですね密度のある作品ができたらなというふうには思っております。よいしょ。キャーって聞こえましたね、下からうるさい男の声がちょっとしますね。じゃじゃじゃって言ってますね。よう喋るようになってきたんですよ。パパーとか言ってますよ。トマトのことは赤って言ってます。赤くなったら食べていいよって言ってるんで、赤赤って言ってますわ。うるさい男ですね。誰に言いたいんですかね、本当にもう。わからないですね。僕じゃないことは確かなんですけどね。僕は本当に日頃全く喋らないのでですね。じょ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 。ちょっと濃いところっていうのをしっかり濃くまずしておこうかなと思いました。今までにないぐらいの濃さでスタートしてます。うちのちびの声かめちゃくちゃ喋りますね。うっさいね。だーだーって言ってますね。聞こえないでしょう。なんかもうかっこいいのができるんちゃうかと私は予想を立てているんですが、今まである程度イメージはもちろんできてるんですけど、今回のが一番こう難しいし、でもかっこいいのができるんじゃないかという予想を立てています、頭の中でですね。もちろんモチーフがすごい難しいのでですね、複雑ですので、初めからこう形の外側内側みたいな感じで、書き出しの段階からしておこうかなと思ってます。で外側内側から暗い色でぶつけたりぶつかったりぶつかりなかったりなんかっていう感じですね。ポッ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 ポは初の擬音。よろしくお願いしますと。ライブは楽しい。ちょっと今日はあれですね、スタートから皆さん早起きしましたね。私は2時半ぐらいから録画してましたからね。これ終わって、終わって昼飯食ったら寝ますですね。それで午後ちびとまた遊んだりとかねしますね。午後だいたい今昼寝するんですね。よいしょ。屋久島ですね、これね、ほんとすごいですよね。美しいですね、世界遺産で。濃くこう塗っておくっていうのちょっと後で意味が出てくるんですね。薄く薄くよりもちょっとこうもう直でだん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 と塗っていくのが後で意味が出てくると僕は思いたいというか、なってきてくれるんちゃうかなというふうな予想を立てています。よく言われますけど、大体完成とかこうプロセスとかっていうのはイメージにあるんですね、頭の中に。でどんな絵でも僕の場合はあります。でそれはやっぱりもう申し訳ないですけど、だいぶ経験が値があるので、先に生きているという呼ばれる職業についているからですね。そしていろんなパターンも書いてきたということでできるんでしょうね。絵の世界ですよ。皆さんのが人生の先輩ですからねすごい人生の先輩いますもんね。今回も80代多かったですもんね。
すごいですよね。80代メールできんのっていう話ですもんね。素晴らしいですよね。もうどんどんそうやってね、脳みそを活性化させてくださいね。それがいいことですよ。よいしょ。ワンチンが必要ないですね、なんかね。ワンチンが必要ないぐらい直でどん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 と打っていってると。相当ちょっと前半のうち慎重にいってます。いつもやってもうドバーとかダバーとかエンターテインメントやってますけども、ね、エンターテインメントよりも作品のクオリティみたいなのを今回はお見せしたいと思ったので、で木なんかも光が当たったり影になったり明かりとかあったり暗なったりとかっていうことも多少書いておきます。もうそんなに厳密に書くとちょっと時間が足らないしあれなので、書いておこうかなと思いました。平筆なんかこういうふうに縦に塗っていくとですね、線が描けるというですね。ぐぐぐぐぐぐぐ。本日も楽しませていただきます。ウィズアルファさんですか？アルファですか？あ、ウィズアルファか。アルファとか言って。前田さんもおはようございますと。聞こえていますと。ピピピピピと。今で7分ぐらい経過ですね。でここのとこがやっぱりこのですね杉の木ですね。ちなみに僕屋久島行った時なんかでっかい杉あるじゃないですか。縄文杉ですか。あそこまで行かなかったです。あれなんかガイドさん頼んでやるんですけども、ちょっとおそらく体力的に厳しいやろうっていうので初めから諦めて1回目、初めて行った時はなんかこう一般の人が行けるようなコースのゆるいゆるいやつに行きました。そういうのもあるのでですね、皆さん行かれたらガイドさんつけんでも散歩コース的な感じのところにも結構すごいところあったりしますので、行かれる方はいきなり屋久杉に行くぞとなったらめちゃくちゃ確か片道7時間ぐらいかかるんちゃうかったかなと思いますので、行かれる方はその辺ですね。私みたいにも本当に根性がなくて、初めからもう無理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 っていう感じで、諦めて散歩コース的なところを回られてもいいんじゃないでしょうか。レンタカー借りてですね、ふらふらとこうその周りとかを見て回ったりして、ですね、鹿が山ほどいたりですね。まあ、基本はお酒飲みに行ったんですけどね、あっちの方はですね、久米線とか違うか何やったっけね、焼酎があるんですけども、それを飲みたくて行ったという、違うな、何やったっけな。久米線じゃないか。久米線は沖縄ですもんね。何やったっけ、屋久島の焼酎なんでしたっけね。忘れました。喋りながら考えるっていうね、なかなかね、脳みそがぐるんぐるんしますよね。ぐるんぐるんするから、もう頭の中でですね。という感じで、もうちょっと書きますね。すみません。10分、15分ぐらいまではこの仕事で行こうかなと思ってました。今、ローアンバーとブルーぐらいの感じなんですけども、ちょっとずつ色を変えていきますね。次は少し茶系の色を微妙に映ってますね。茶系の少し茶色っぽいののこの杉の幹あたりに見えるような色も少し描いておこうかなと。もっと赤いですね。もうこのぐらいの赤か。それの暗い色みたいなのを描いて、全く同じような影じゃなくてモチーフの中で影の色とか変わってきますので、ちょっとこう今は杉のところなんかは少し赤みがかったような色の下地みたいなのを置いていってる作業をしています。本当毎週ボブの絵画教室やってるような感じですね。よいしょ。毎週ボブの絵画教室。ちょっと白入れてみましょうか。これグレーです。ちょっとグレー入れてみましょう。グレーっていう絵の具をほとんど使ってなかったのでもったいないので使おうかなと思いました。でほんとかすらせながらとか少しこう水も入れたりかすらせながらとか、いわゆるドライブラッシュというような作業をしながらですねしていってます。
でちょっとこういう違う色が画面の中で少し広がりつつあって、今あっていきますね。で画面構成上全体を見るっていうことは本当によくしてます私は。書くのが早いってよう言われるんですけどね、違うんですよね。的確なだけなんですよね。であとはもうね、皆さんよりももう適当というか迷いがないというか、まあ、楽しければいいんちゃうっていうタイプなんで、その辺で早く感じられるんですが、ちょっとねその辺を皆さんめっちゃ速いとか、この手のスピード今誰か一人真似してるみたいですけどもこのスピード真似しても多分大変ですよ。砂のとこの影ですかね。もうほとんど水つけてないです。ほんの少しつけてる程度ですね。いい平筆を買いたいんですが、多少これなんかナイロンの平筆で別にいいというか、なんかこうデザイン用のなんかこう本当に小学校とかで使うような平筆ですよ。ポスターカラーとかでなんかこうポスター、標語のポスターとか書くじゃないですか。安全第一みたいな。多分そうなんですよ。僕あんまりそんなにこだわりがないもう皆さん分かってきたと思うんですけども、一時作画動画ではものすごい同じような筆使ってましたけど、最近はね1000円で、890円かな、10本セットの丸筆をめっちゃ使ったりしてますよね。この辺ですけどもね。これはデザイン用の、これ結構長いこと使ってます。これ本当になんか学校で使うやつじゃないですか。でまあこれ買いに行ったら別にこっちでもいいやと思ってこっち買ったんですけど、私がなんかズブズブの関係にある渡辺画材さんまでわざわざなんかこう注文で発注で筆をっていう方がいたらしいですけど、そこまでせんでもいいのになと思いながら、渡辺さんありがとうございますって言ってましたけどね。よくあるんですけどね、筆は本当に皆さん多分使いながらこれいいなとか、またなんかこうね技術も上がってきたら変わりますしね、なかなか難しいですよね、説明がね。でちょっとこうですね、今少し書いていきまして、よし、この筆を中心に今使っているのでもう少し使おうかな。次はちょっと緑を使っていきましょうかね。緑のエメラルドグリーンみたいな色とね、緑のちょっとこうあれとかね、暗いところみたいなのを少しこう書いておいて、緑の、まあ、かすらせながら今書いていってますね。絵の具がめっちゃ使うっていう話ですね。こんなお前使う。はい、ついてこれてますか、秋安さん。無理でしょ。こんな絵の具使うと思いませんでしたでしょ。ね、ひどい男ですね。よいしょ。でここのところは奥に逃げていくので、ここは今のところ書かずに手前のところの緑とかを少しこう、書いていきながら、この辺りかなこの辺りかなということで、書いていってます。ここなんかもう緑やね。よいしょよいしょ。頑張ってます。ピア ABC さんも頑張ってるんですか。さあ次のプロセスいきます。霧吹きで水かきます。チャ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 。びちゃびちゃになるかどうかちょっと今やりながら考えていきますね。それがどの辺ぐらいがいいかっていうのわからないので、ちょっとこう考えていきますね。チヤ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 。ググググググ。初めに濃く塗った線とかもちゃんとこう見えると思うんですね。で今水をかけたことによって少し柔らかい線というかにじみながらできてくるというかですね。ピヤ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 。ちょっとそれで全体のバランスとかを見ながらグググググと引き締めるような作業をしていってます。わわ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 わ。
まあ水彩もこう僕もなんかこう作画動画を作りながら自分も研究しているという状態なんでねえ、変な人ですよね。これだけで食っていたらね、やっぱりその人のもやり方みたいなのあるんでしょうけど、私そうじゃないのでですね。でやっぱり油絵描きなんで、やっぱ油絵の技法的なこともこうやっぱり活用しながらというか活かしながらですね、やっていったりですね、そういうところが私の変なとこなんでしょうね。ピン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 。今までのやり方と違うじゃないですかとかって言われそうですけどね。知りません。いろんなやり方があっていいんですよっていうのをね、皆さんに伝える動画なので、私の動画はですね、それぞれの楽しみ方、やり方、方法、それがまたいろいろね、いつも変わっていけばいいんですよ。それがね、芸術美術の面白いとこなんですからね。ね、思いませんか？一つにも決めてしまうのも寂しいじゃないですかね。お、よいしょ。ちょっとパレットがもうえらいことになってきましたね。パレットがえらいことになってきました。絵の方はねそんなでもないんですけどね、パレットがえげつないことになってきましたね。もう皆さんワクチンを打った方も結構いらっしゃるんでしょうね。よいしょ。ビヤビヤビヤ。17分経過。ちょっとパレットは拭きますね。よいしょ。よいしょ。ブシーブシーブシーと。やっぱりこうパレットはまめに掃除した。うわ、何か入りましたよ。もう本当にすみません。もうありがとうございます。もう今なんか嫁さんがなんかこうね、もう M のおむつなんですけどね、L のおむつなんですけど間違えて M 買ってきたというか、お金がなかったのか、ありがとうございます。冗談ですよ。すみません。もう高評価とかのあれですかね、お礼とかっていう感じですかね。もう本当にすみません。もう気持ちは本当に皆さんいただいてます。ありがとうございます。もう十分ですよ。このスーパーチャットのやり方を教えてくださいって言われたんですけどね。私も1回だけやったことあるんですけどね。なんか Google のアカウントで多分支払いみたいななんかをあれするんです。今白混ぜました。なんか支払いみたいななんかやるのかなと思うんですよね。それでそこでなんか多分クレジットバーのあれとかを登録せんといかんのちゃうかなと思うんですよね。ちょっと白を混ぜたグレートーンにします。ね、ちょっと昨日の動画見てもろた方分かったと思うんですけども、またなんか、今までと違うやり方をやりだしてるの分かりました。なんだ、アムステルダムか。突然白とかを光のとこにまぶしてみたり、あ、ここ白やったか、ここ白やったか。もう白塗り残すとかもうええわって感じに最近なってきましたよね。やっぱそういう上手な人にもうかなわないなんていうことで僕も諦めたんですね。綺麗に透明水彩描かれる方にはもうかなわんので、私は諦めるということもよくします。こんな水を上手にね、春崎先生なんてもうめちゃくちゃ上手なんで、もうあんなの勝てるわけないので、違うところで勝負していくということ、皆さんもそういうこうやり方でいいと思いますよ。いいところはね、盗んでももう同じ土俵で全く戦う必要ないと思いますんで、皆さんね、すごく写実的に上手に描かれる方もいるじゃないですか。でも僕からするとすごい写真っぽいなと思って、今毒吐きましたけども、写真っぽいことが悪いことじゃないんですけど、そこまでの根気がないんですね。だったら油絵で描いた方が楽やなと思って、そういった感じの水彩も諦めていったという次第ですね。今の毒じゃないですよ。私には根気がないということですね。という感じで、後ろの方まで少し描いて、おお、にじみよった。よいしょ。ピピ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 ピ。
まあ、ちびっこがなんかそういうのばっかり見てるとちびっこのなんか歌ばっかりが脳みそに響くようになりますね。よいしょ。ちょっとこうビビッドな黄色みたいなの見えたりするので、もう基本的には全部こうなんかこう森の中で静かにあるようなモチーフだったりするんですけども、ちょっとこうビビッドな色がちょんちょんちょんと入ってきたりとか見えたりしますよね。今日は口はそうなんですね。今日ですか。アムステルダム動画かっこよかったですか。あ、よかった。もうね、ちょっとね、せっかくアムステルダムやる以上はオランダのですね、作家さんをちょっとね紹介しておこうかなと思ってですね。こう動画とかにする場合のなんかこう著作権とかっていうのはなんかこう私の場合は教育系の感じなんで問題ないところもあるんですけども、なんかこう画面の半分半分以下とかだったら全然問題ないという判例が出てたりするとかね。もちろんフェルメールとか100年以上前やったりなんか年代によってもあるみたいですけども、その辺はちょっと細かいことはいつか弁護士さんに相談せんといかんなと思ってるんですけど。聞いてみたりですね。でもまあそう注意が来てないので問題ないと思うんですけどね。そんなん言い出すと皆さん結構ね、だから今生きてる人のなんかこうっていうのは大体モザイクかけるようにしたりしてるんですけどね。芸能人とかですね。遅刻早々もはや学校170。あ、今日早いですね。コンビニで買って iTunes のカードを使えばクレジット系ってさ、あ、そうですか。赤坂さんありがとうございます。だそうですよ皆さん。コンビニ買った iTunes の、ああ、そうなんですね。僕はちょっとわからないですが、私はクレジットカードのあれでやってるので、たっぷり塗ってプラス水が入ってる状態ですね。赤坂さん、すごい助かります。その方見ていたら、見ていないと思いますが。よいしょ。 iTunes のiTunes のカードを買えばいけるということでございます。霧吹きがないということで残念でしたでしっかりある程度濃く塗っておこうと思います。まあなんとなくねこういうの使える可能性があるんでちょっと使ってみようかなと思いながらですね。で後ろの方のなんか光が入ってるとこ生の白に近いのドーンと置いて、でもそれでもやっぱ色がちょっとついてたりするので、この辺から光が差し込んでるなっていうところにはどん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 と置いときました。今23分経過しました。どん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 とで画面全体を見ながら、やっぱどうしても髪の白さみたいなのが一番白いので、その辺をどうしていくかなっていうのを考えながらですね。えらい恐竜静かやな。寝よったかな。うーん。そうですね。僕の授業基本遅れてこないですね。学生怖いんやろうから何も言わんすけどね。遅れてくるとか欠席もあんまないですもんね。ほとんどないですもんね。怖いんでしょうね。まあ、同じ話2回絶対せんよとは言ってますね。めんどくさいのでしないよって誰かに聞いてとは言ってますね。要は今白とか入れていくとこう今不透明水彩とか半透明水彩ガッシュみたいな状態になるので、この辺のポスターカラーの白とかを足していくとちょっとこう半透明不透明みたいな色にもなりますので、こういったものも足しながらですね描いていってます。鉛筆結構濃く描いたといたんですけども、結構絵の具も濃く描いていこうと思ってたのでだいぶ消えていきましたけどね。ついてこれてますか？後でアーカイブで見てくださいね。あ、全然ついていけてなかったとかね、そういうの面白いですね。ちょっとまた暗い色塗っていきましょう。ちょっとこう偶然的なものと必然的水でこうわっとなってるようなところもあったりとか、偶然的なところとかっていうのは入り混じってるような状態ですね。ビュービュー。
僕は早くワクチン打ちたい人ですね。早く打ったらね、ちょっとね、なんかこう安心して動けるというか、やっぱね、子供がいるからですね、子供と嫁はんいるから打てないですからね。嫁はんがあれなんでですね、まあ皆さん知ってると思いますけどね、あれなんで打てないのでですね、僕は打ちたい人ですね。まあそれぞれの考え方があっていいんじゃないでしょうか。ちょっと不透明系の緑を今、白を混ぜた緑とかを塗りながら奥行きを、葉っぱだけ後で描くというよりはやっぱ同時に描いていくっていう気持ちがあった方がいいですよ。それよくこう高評会とかでも言ってますけども、ビュこの辺のブルーなんかすごくこう綺麗なグリーン、ブルーグリーンですよね。よいしょ。この辺の色めちゃめちゃ綺麗ですね。ビビ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 ビババババババ、今30分経過。この辺の色綺麗ですね。ここの隙間とかを早めにフォローをしておいた方がいいなと。違う隙間とかはちょっとね塗っておいた方がいいかもしれませんね。ほんとこんなことずーっとやってたんですね、僕ね。だからもう何年し、もう7、8年こんなことをこう、ギャラリートークやってくださいって言ったら、ライブペイントもやりましょうかって言って、何ですかそれみたいな感じで、なんか絵描いて喋るんでって。ギャラリートークより僕こっちのが座ってられるので楽なんでとかって言ってですね、そしたら全然やってくださいとかいう感じで、なんかやったかな覚えてないですけど、座ってる方が楽じゃないですか。古典などでも会場で僕座って絵描いてることが多いんで、しんどくないんですかって言われるんですけど、立って喋ってる方がしんどいですね。やっぱりですね、慣れっていうかですね、画廊の人なんかはもう本当に毎日こう立って仕事されてるから全然慣れますよなんて言うんですけど、慣れないですもんね。1年に1回、2年に1回。僕も珍しく今年本当個展もないので、久しぶりですね。個展がない1年って何年ぶりかなってあんま考えたことないんですけど、何年ぶりかな。でもうちょっと暗いところもしっかりこう塗って、ちょっとこうなんていうか、真っ黒に少しこうなんていうか、ちょっとこう不透明な明るさみたいなのが入って、暗い中に形が描けるような暗い色を今作ったわけですね。もうほぼなんか自分でも感覚でやってますね。なかなかこれを一個一個言葉にするのはすごい難しいんですけども、使ってるのは本当に基本的には透明水彩ですけど、この白ポスターカラーの白なんで安いですよこんなもん。またちょっとかすらせながら描いていきながら、もう一回形をちょっと曖昧になってるとことか、もう一回こう形を取り直している作業をちょっとしてます。まあなんか乾いてないとこあっても、まあそれは後でね、面白い効果につながるかもしれないやぐらいの感じで、かまへんわぐらいの感じで突き進んでもうてもいいと思いますね。この辺にグッとついてこれてますか？追いついてないしひどいですが実感はありますと、同情。昨日ワクチン打てました。いいですね、水彩初心者。早送りみたいに早いですか？でしょ。そうなんですよ。僕これ今弟子がもう一人二人いて周りで書いてるんですよ。周りでっていうか、私のちょっと変わっといてって今こう目で合図しながら、冗談ですよ。早いでしょ。こうなんかこういう風な線っていうのはこう書くよりもこう偶然的な線になったりするので、こういうのも入れたりしながらですね。よいしょ。まあやっぱ数ある程度書いてですね、まあたくさん書けと言うて早くたくさん書くよりは丁寧に、まあ、自分のペースでいいんですよ。
一個一個自分の目的ちゃんと持って大事にしながら、密度のある作品とかそうじゃなくても、責任をしっかり取ったような作品をある程度こう書いていけば、なんかこう自分の中でですね、スピードというのは必然的に上がっていくんで、ただ焦ってこうねやるっていうのはやめた方がいいですよ。今多分ついてこようと思ってる人絶対ついてこれないと思います。ぜひ真似してみてください的に言うといたくせにね。ひどいですね。いやすみません、ひどいことになってますか。このでもマスキングテープ可愛くないですか？紫色のね、ほんとホームセンター何ですか、ビバホームでしたっけ？ビバホームで売ってました。スーパーサスケ建築用マスキングテープスーパーサスケ 18mm×18m×7 巻きというやつで、あ、なんか入ってる。赤坂さんもおむつ大すみません。本当に早くおむつがもう垂れ流し冗談ですよ。すみません。いつも赤坂さんはもうすみません。本当になんかね、申し訳ないですね。僕は本当にこれ好きでやってるんで、編集せんでもいいので、編集をですね、したやつをとかもの方がね、見てもらえるあれは多いのかもしれないですけど、最近意外とライブペイントの皆さん見てますもんね。そうなんだと思って。ぐじゅぐじゅこの辺のなんかぐちゃぐちゃしてるとこをなんとかフォローしたいと。だいぶワイルドな感じがしてきたんじゃないですか。今流行ってるんでしょ、ワイルドだろうっていうギャグが流行ってるんでしょ。ワイルドだろう、ワイルドだぜ、ワイルドだろう、ワイルド太郎。何を言うてるんですかね。面白くないことを延々と言うてはりますね、このおじさんね。ワイルドだろう、流行ってますか？北海道の方は流行ってますか？埼玉の方は流行ってますか？今佐賀の方は流行ってますよ。 SAGA 佐賀っていう歌と一緒に流行ってますよ。花輪さんの歌ですね。花輪さんは鍋島っていうところの中学校だったんですけど、私その辺にも住んでたことあるんですけどね。花輪さんはお酒を飲んだことがあります。多分5回ぐらいはあります。すっごい言い方ですよ。僕年齢で言うと1個下なのかな、僕のが上なのかな。 SAGA の人ですね。そういう人にこうつなげてくれるような、なんていうか、佐賀の人がいるんですよ。小木曽君面白いから、いろんな人に合わせたいというような、もうありがとうございます。もう近いうち会いましょうね。F さんとかね、T 先生とか、本当に皆さんありがとうございます。恵まれてますよね。本当ね、本当絵描きさんだけしてたらなかなか会えないような人に会えたりするので、オリンピックのなんだっけ、金メダリストの鈴木啓二さん、柔道の人、あの人を一回花輪さんが連れてきてくれたことありましたよ。鈴木啓二さんでしたっけ。ちょっとこう今髪の白さみたいなのところは少しなんか軽めに塗っておこうかなということで、今34分経過いたしました。よいしょ。ちょっと透明水彩ですけどもね、合手的な使い方もしつつですね、何度もいつも言うてるんですけども、絵が良ければ本当にいいと思うんですよね。もう皆さんもなんか自分が目指したい絵がどんな絵か、そういうこうイメージが持ってらっしゃったら、その目指したい絵に近づいていくことの方が大事で、こういうのはダメああいうのはダメというよりは、今白とかズバーンとこうポスターカラーの白とか使いながらグレートーンみたいなのをつけていってですね。やばい、ちょっと問題が起きてきた。はい、何ですか？お腹が空いてきた。しっかり朝ごはん食べたのに、しまったな。やっぱ喋るとお腹って減るんですね。しまった、チョコレートを持ってくるの忘れました。しまったな。失敗した。お腹が鳴る音まで入るんですよ。過去にライブ配信でグーって鳴ってるの入って恥ずかしくてやめたっていう、ライブ配信をやめたという経験があるので、やばいですね。
まあ、コーヒー飲みましょうね。あ、途中でガム噛んだむかもしれません。ちょっとお許しください。もうお腹の具がもうちょっとなりそうなんで、なんとかごまかすためにも。すみません。あ、読みましょう。マスキングテープ剥がすとき、紙が一緒に剥げてくるときありますよね。もし剥げてきたら、だいたい絵の方じゃなくて、外側じゃないですか。外側、こっちの方。で、僕はこう、ピーッと剥がしてって、うわ、くっついてきよったと思ったらこっちに逃がすように剥がしていきます。でやっぱり剥げてるやつありますよ。もうそれはもう諦めて、いますけども、そうですね、質問遠慮なくしてくださいね。諦めます。絵の方にブリッと行ってしまったらそこ加筆します。はい、諦めます。はい、ありますあります。でもなんかこう建材用のこの辺のやつって案外ないんですよね。そのまあ安いのもあるんですけども、くっつき方もちょっと強かったり弱かったり、建材用のこのとか黄色いやつ今もちょっと見当たらんけど、その前に使ってたやつも建材用のやつなんですけど、それの方が僕はなんか少ない。すみません、今マスキングテープを作ってる会社の皆さん、美術品用に作ってらっしゃる皆さん、本当にすみません。私のなんか感じではあれ、意外と建材用のこういうなんかホームセンターとかで売ってるやつでやりだしてからの方が持っていかれること少ないような気が、もちろんこれでも持っていかれるんですけどね、やっぱ長時間長いことをこうくっつけてたりすると良くないとかあるので、例えばドライヤーで乾かしたりですね、この絵も23日前からやってるんで、もしかして少し持っていかれる可能性はありますけども、なんかそんな感じはしますね。すみません、絵画用にマスキングテープを使ってる人、謝罪しとかないとね。という感じでだいぶ出来上がってきてますよね。出来上がってるっていうか、色がね全面的に濡れてきてるの分かりますか？ちょっと白いところも塗りながらフォローしながらですね。もう一回読みましょう。先生とってもご機嫌で見ているこっちも、それはそうですよ。もう2好評取り終えたんですから、やっぱ2週に1回ぐらいのペースにしていただいている感じが皆さんね、品よくありがたいです。あの2時3時ぐらいから撮って、撮り終えて編集も終えて、だってもうあとこれやったらもう週末遊べますしね、自分のなんか好きなこと夜中とかもできますので、楽しくできますので機嫌はいいですよ。80枚来てですね、案外その中にね、本当にね、嫌なこと書いてあることがあってんですよ。でもなんでこんなこと言われなあかん、送ってこんでもええやんとか思うんですけどね。まあいいですね。今機嫌はいいですよ。基本的に機嫌はそんな悪くは、ライブペイントしてる時悪くはないんですけどね。一番悪いの皆さんぜひ見てください。佐賀テレビさんのライブペイントの2日目の朝地獄のように機嫌悪いですよ。もう本当にね、もうあれぜひ皆さん見てみてください。初めの本当に1時間、開始1時間ぐらいめっちゃ機嫌悪いですよ。学生は遅刻してきてるんですよ。バイトの学生も遅刻してくるわですね。雨めっちゃ降ってるわ。で、書いてる途中の作品触られるわ。もうめちゃくちゃですよ。そんなんでめっちゃイライラしてたっていうのは本当の話です。ちょっとスパッタリングぐらいしてみましょうか。ちょっと読んでいこう。それはもう不利。リカルドなんとかさん、おはようございます。最近スケッチで描き始めたグリザユでスケッチで描き始めはグリザユで、スケッチでグリザユはせん方がいいんじゃないですか？時間かかるので、いつの間にか普通に描いていて今日もあかんかったってなってしまいます。今日の先生の動画見てるとグリザユにあまり、そりゃそうですよ、グリザユにこだわるのはなんか人物とかの肌とかを描く時とかはやっぱりこう下の色とかが少しこう見えてきた方が肌の深みとか出やすいので、私は人物とかの時はグリザー油とかにしますけども、風景とか基本的にそんなグリザー油で描きませんよ。で多分現場で描くとなるとその構造を作る時間ってないと思いますんで、あんまりそこにこだわらない方がいいと思いますよ。優しく言いましたね。よいしょ。多分僕が上でやってんの分かっててやつ来ないんじゃないかな。ちょっとその辺が大人になってきたのかもしらんな。自由に何でもしていいですね。楽しく描けそうと。今日はライブで見れて嬉しいです。ということで、正文酒井さんと。マスキングで剥がすとき、ドライヤーで、ドライヤーで温めたら剥がれるんですか？なんか怖いな。
ドライヤーでバーっと熱すると逆にあれじゃないですか、なんか熱持ってその溶け出すんじゃないですか。そんなことないですか？なんか油絵とかで長いことマスキングテープ貼っといたらベターっとなんかついて、それがなかなか取れないという地獄を何度か味わったことあるんですけど、それもドライヤーかなんかで温めりゃいけるんですかね。へえ、やってみようと僕思わないので、誰かやってみてください。よりなんか溶け出しそうな。へえ、そうなんや。でちょっとまたドライブラシ的にちょっと書いて、今日なんかこれを繰り返してる感じですね。そうなんや、知らんかった。何度も描いたり自分が良ければ、と言ってくださいますが、芸大など憧れです。憧れます。でも先生が画材と細かく解説してくださいの本当に少しでも触れられて嬉しいですと。恐竜は来ない方がいいですよ。皆さん、もうその恐竜来て何度中断して何度終わったか、絶対来ない方がいいですよ。もう皆さんね、そんな甘いもんじゃないですよ。あいつは本当に終わっていたら入れてもいいですけど、もう本当にもうあれを甘く見ちゃいかんですよ。自分は絵描きだとも思ってますし YouTuber だとも思ってますし、お父さんと同じ仕事してると本気で思ってますから、もうめちゃめちゃ迷惑ですよ。皆さん甘いですね。恐竜まだいますね、今の感じやとね。そんな甘い、あれですよ、甘く見てもらっては困りますよ。今だいたい42分経過なので、ちょっとだから今日は長めにというか、本当にこう密度を上げれたらなと思ってますので、今まだ土台を作ってる作業をしてます。土台ですね。よいしょ。ちょっと紙の白さみたいなのをある程度なくしていきつつ、でこれぐらいこう濃厚な絵の具を置いておくと、後で拭き取ったりとかっていうことが結構しやすかったりするので、濃厚接触絵の具を置いてください。よいしょ。ピッ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 。枝と隙間と同時に描いていきながらですね。全然面白くないこと言いましたね今ね。びっくりしますよね。うわちょわちゃったー、今強いの起きました。手前にあるというこっち側の導線が強いんで、今度こっち側のドンという導線を強めようと思って、ちょっと今強いのをコントラストを強めました。ドバッズバッダン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 と濃厚ですよ。めちゃくちゃ濃い絵の具を置いてますよ。バン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 。もうちょっとなんか遊びたいですね。ちょっとこの辺のなんかグリーングレーみたいな色をちょっと、筆がちょっと小さすぎんのかな。ちょっと遊んどきましょうか。焼き鳥が食べたいですね。200人になりました。万能感があるままで成長してもういいですよ。子供に何かを期待するって僕全くないので、友達多くて楽しく、お酒は飲めんでもいいんですけど、楽しくですね、ある程度コミュニケーション能力があってですね、人を傷つけない、嘘がつける程度のですね、なんやそれって感じかもしれませんけどね。今の子めっちゃ真面目やから、嘘ついてんのかついてんのかわからないですけどね、ちょっとぐらいは人を傷つけないぐらい自分のことを誇張して言ったりとかできるぐらいの人間になっといた方が今後はいいんちゃうかなと思うことがあるんですね。何のこっちゃって思うかもしれませんけど、例えば就職活動とかでですね、こんなことやってきましたっていうことも3割増しぐらいで大きく言える方がいいのに、意外とみんなこう例えば学生さんと面接の練習でもしようかなんて言うたら、真面目にその通り言って、私はあんまりこの辺がやってきませんでしたみたいな、もうちょっと適当でええんちゃうのってすみません、企業の人事の方が見ていたら、すみませんということを感じるので、そんなことを思いましたね。だいぶできてきましたね。この辺すっごい複雑ですよ。もう本当になんかぐちゃ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 ってなってますね。よいしょ。
嘘じゃないな、ちょっと話を面白おかしく誇張して言う。僕でも結構こう YouTube で話してる話って意外と逆らしいんですよ。小さく言っててもっとめちゃくちゃだったですよって昔の生徒とかには言われます。いやあれもうちょっとこうあってこうそんなんあったっけっていう話が意外と多くて、あそうなんやっていうことが多いです。日東からのパンフレット買いました。ああそう画集ね、多分もう出さないと思いますよ。もう作品多すぎるのでしんどいしですね、出せないと思います。多分本気でこうレゾネ的なものを出そうと思ったら1000枚ぐらいあると思いますよ。1000枚超えるんかな、わからないですね。もうその自分のもうデータをあれしてるんですけども、いや大変ですよ。もうそういうことも全部一人でほぼやってたりするんでですね、ちょっと筆を変えていこうかなと思います。今1時間、46分経過しました。ね、画集とか出してほしいですか。よいしょ、よいしょ。カタログみたいなの作ってるんですけどね、そういつもね、何年も。でも、もうなんかなかなかこう自分で管理しきれてないというかですね、ちょっと細かい筆でちょっと書いていきますね。今土台です。これ土台です。そうそうそう、土台ですよ。って感じですかね。ちょっとこう細かい仕事も入れつつ、ですね。ピューしっかり筆でちょ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 。寝てるのかもしらんな。えらい静かですね。その可能性がなんか高い気がするな、あの男は。おんぶされながら寝てる可能性が高いですね。ちょ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 。この辺にちょっと大きめのちょっと木が後ろにありますね。その辺もちょっと書いときましょうか。ちょ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 。ちょっとずつ密度を上げていきます。まあ解像度上げるような感じですね。解像度、あ、聞こえた。恐竜の声が聞こえた。あ、ピンポンできた。やばい。私のなんか荷物が届いた感じですね。多分妻がいるので大丈夫だと思いますが。ピピピピピピピ。ついてこれてますか、キヤスさんとピア ABC さんでしたっけついてこれてますか、どうですか、大丈夫ですか。一回止めましょうか。そんなん皆さん許してくれませんもんね。お、恐竜くんが起きたな。なんか声はします。走り回り出しました。うっさい男がですね。ごめんなさい、こちらだけですけど、どん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 っていうのが聞こえてですね、やつが動き出したぜ。あ、めっちゃわちゃわちゃなってますですか。うちの孫も色鉛筆を描き始めましたと。おお、先生の絵を通して先生は何を語るんですか。今日の絵を通して何を語る。あんま語らないですよ。だから何を語る、何を語る、その難しいこと聞かれても、まあ、皆さんにとって今必要なこととかあんまりこういうことないなっていうのをお伝えしたいだけで、そんなこう絵画制作ということではないのですみません。そんな哲学的なことは考えてないですが、まあ皆さんのびのび楽しくやりましょうやっていうことですよね。でも本当にこうなんか、ちょっとこれダサかったですね。本
当に今日は本当なんか皆様にねこれぐらい思い切った仕事をしてみはったらどないですかっていうぐらいのことで何かを語るとかそういうことの意図はございませんよ。実物を見ていると絵の具感があってより楽しいですね。先生に知ってますよ。先頭打者ホームラン知ってます。残念でした知ってます。はい、23号ですか。すごいですよね。大谷翔平君はもう本当に、ああ、うちの息子も大谷君みたいになってくれへんかな。とか言ってね、さっき言ってること全然ちゃうやんっていう話ですけど、あれはもう DNA が違いますもんね。確かお母さんがバレーボール選手でしたっけ。昔よくこうなんかご夫婦で出てた記憶あるんですけどね、高校生ぐらいの時ね。えすごいですよね。昔は本当にその藤波君とよくこう比較されてですね、甲子園最後の甲子園確か出れなかったんでしたっけ。違ったっけ。俺ちょっと記憶がないですけど、春の甲子園かなんかはね、確か違いましたっけ。今おぼろげな記憶で適当に喋ってますが、おいよいしょ。ここのちょっとここのとこがなんか整理でききれてないのでかっこ悪いですよね。それがちょっと何言ってるか分かんないでしょ。皆さんにとっては何が整理できてるできてないんやって感じでしょ。ね、何を言ってるんでしょうねこの人はって感じですかね。この辺ちょっと暗い葉っぱを描いといた方がもしかして整理しやすいのかもしれないので、この辺に暗い葉っぱを手前側にあるよという葉っぱを描いておこうかなというふうに思います。なんかまあこう伝えたいことじゃないですけどね、なんかこうやっぱり絵の具の勢いとかなんかこう線の勢いとかそういったものでなんかこう自然の面白さみたいなのが描けるんかなっていうのがちょっとテーマにあるかもしれません。だから何かを伝えたいというよりなんかこう本当にこう色を塗っていくっていう作業だけではなくてね、思い切ってドバーンとかズバーンとかうわーとかってやっていくと案外絵になって、まあそれはなかなかこう線の美しさとかそういったことができるからなのかもしれないですけどね。でもそういうところに皆さんも向かっていきましょうよ。姫路の方でなんか展覧会があるのか、まあなんか作品ちょっと出てるみたいですね。関西の方、姫路って兵庫県ですね。姫路ってこう神戸とかからちょっと遠いんですよね、多分ね。僕もあんま行ったことないですけど、もちろん僕も行けないですけどね。なんか姫路城とか見てみたいですよね。ちょっと羨ましいなと思いますね。もう一個夏の会っていうのがあるのかな。あ、で、なんか学生とグループ展やるって言ってたやつ、あれちょっと延期になりました。すみません。なんか、9月ぐらい、9月も美術館、大学の美術館が空いていて、で、そっちでやりませんかって言われて、まあ、暑いの嫌なんで、7月の末ぐらいやったんですが、それちょっと延期になって、9月の17日からになったんかな。なんかそんなになりましたんですみません。九州の方で来ようかなと思ってた人申し訳ないです。ビシュビシュ。だいぶ大胆な水彩画になってきましたね。今で50分経過でございます。お、198年。アクリルの屋久島も素敵でしたが、あ、松下さんありがとうございます。透明水彩でもダイナミックに描けますよ。ねえ、ダイナミックでしょ。ねえ、皆さんこれでなんとなく分かってくるんじゃないですかね。ここにコメントくださる方と。ね、皆さんにね物は届いたみたいでよかったですね。何かこう物を取られた方は物がもう届いたみたいな連絡を皆さんから受けましたので、北海道の方まで受けましたので、すごいですね。やっぱりレターパックの力えげつないですね。めっちゃ早いですよね。次の日とかに届きますもんね。ちょっとこれは今いろいろね郵便局のなんか漢方問題みたいなのありましたけど、素晴らしいと思いましたね。優勢のレターパック技術に感動しました。よいしょ。ね、だいぶこう大胆に書いてますよね。よいしょ。よいしょ。
どこまでが土台なんですが、もう書き込みに入っていってると言っていいかもしれませんね。あんまりその厳密に分けてないですけど、この筆を持ち出してからちょっと土台からっていう感じで、次のステージかなっていうふうにはやってますね。なんかこう土台よりはもう少しこう写真をちゃんと見てますさっきまであんま見てなかったです。鉛筆で線描いた時に覚えたんです。この辺こうかなこの辺こうかなって大体覚えて、その脳みその中でもある程度これでいこうかなこんな感じでいこうかなっていうので、あんまりこうじとじと見ずに描いてましたが、今はちょっと見ながら描いていってるんですが、でも初めに塗ったこう土台のこう偶然的な絵の具とかがうまいこと生きてきているというか、複雑になっていったりしているので、プラスこれに細かい描写を入れていってもそんなに違和感なくこう溶け合っているというかですね、いう感じが見えるんじゃないかなと思います。9月は無理せんでいいですよ。今度いいですよ。僕の1枚か2枚出すぐらいなんで無理せんで今度いいですよ。で、東京のあれとかも多分4枚5枚ぐらいなので、本当に今の時期はもう皆さん無理しないでくださいね。私の視聴者も10代前半がほとんどなのでね、お若い方ばっかりなのでですね、もう本当無理しないでくださいね。もう何かあったらもう何にも言えないし何にもできないしですね。本当になんか本当にある程度落ち着いてですね、皆さんがなんかこうなんかなって来年のねとかやったらもしかしてちょっと動きやすくなってるかも。もう今はとにかく皆さん無理をしないでください。もうそれが一番ですよ。本当たまたま今年来年っていう今年とが個展がなかったんで、僕にとってはちょっと都合が良かったというかですね、だからこうやって作画動画とかもたくさん作れてますし、ライブペイントとかものんきにできてますしね、こうやって皆様と知り合えることができたのも逆にそれはそれで良かったと思うんですよね。こんな YouTube みたいな面白い媒体に本当に第1回目の、暇な方見てみてください。ひどいですよ。酒飲みながらやってますからね。俺これでええんかなみたいな声入ってたか入ってなかったか、もう本当その程度で始めてますもんね。かなり大胆にいきましたね。どうですか？大胆にいきましたね。よくわからん。同じポスターカラーを持って混ぜて、暗いところは気持ちよかったです。早くてびっくりしました。よいしょ。よいしょ。早いでしょ。早いでしょとか言ってよく言われます。絵描きの中でも言われます。早いって言われます。いや、あんたらが遅いんやろって僕は言いますけど、あんたらが仕事してないだけちゃうんかって言いますけどね。あとは完成に向けて僕は諦めが早いというのはありますよ。もう次の仕事したくなる病気が始まるんですね。発動するんですね。もっとやりたい、これ違うのやりたい、あかん、これやりたいっていう発動してしまいますので、その病気が発動するともう次の仕事に移ってしまうので、もうちょっと頑張ればいいのになんていうこと言われますが、頑張ってもねそんなねなんていう感じで、違う仕事に移っていくことが多々ありますということですね。まだおるのかな。だいぶこう絵の具自体がですね、しっかりと塗られてきたなっていう感じがしますけども、ちょっとずつですね、なんとなく初めに見えてたと思うんですが、ぼちぼちこう拭き取りみたいなのをしながら密度を高めながら、最後はですね、拭き取りのあとは最後はあれですね、こいつが使えるかどうかをちょっと試したいなと思います。よいしょ。結構ね、水入れね、水結構多めに入れてます。もうそれが結構大事やなっていうのは最近分かってきました。水入れに多めの水を入れとこう。水入れに多めの水を入れとこう。ペッペッ。これ複雑になっていくんですよね。
キュ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 。拭き取りによって複雑に。キュ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 。拭き取りによって複雑に。なんでこれ期限いいかちょっと一つ教えましょうか。夏休みが近いからです。すいません。あと4回ぐらいで授業終わるんですけどね。ちょっとそういうのはあります。ちょっとワクワクしてます。すみません。ね、僕ら9月が一番その休みというか研究しましょうね的月間なんですね。9月というのが研究しましょうね。でも今年はちょっと出産とかもあるのでどうなるか分かりませんが、ちなみに育児休業を取るか否か迷ってるんですが、育児休暇取るとジムの人に「小木曽先生副業できませんよ」って言われたんで、じゃあ YouTube できひんなと思ったんで今年は取らないつもりでいます。前もどっかで言ってるんですけどね、僕育児休暇取ったんですが、1ヶ月ですけど、その4回分結局冬休みにやらされるという、もう全然意味ないやんっていうことで土日働かされたということがありまして、今回は多分取らない方向だと思います。育児休暇って遊びちゃいますからね。これ見てる男性の方とかってもちろんおむつのさっきも僕あれですよ、大きいやつしてたんで、変えましたけど、したことありますか？めっちゃ大変ですよ、育児と。ねえ、誰か女性の方言うたってください。育児はね、めっちゃ大変。育児とあと家事。めっちゃ大変ですよ。もう本当それは僕ちょっと知ってるというかですね、今の恐竜くんはですね、すみません、お食事中の方もしおられたら申し訳ないですけど、大きいのがなかなか出にくい人だったんですが、大きいのがなかなか出にくい時はどうするかっていうと、こういったものをその何かに、グッとしてグリグリグリとすると刺激されて何かが出てくるんでございます。すみませんでした。僕それ毎日やってましたよ。それは本当に本当です。あと何かやってたかっていうと風呂入れるぐらいなんですけどね。あとは寝かすためにちょっと抱っこしてとかっていうことはしてたんですけど、それはそういえば俺毎日やってたねなんて話になりますもんね。やってたって言ってですね。よいしょ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 。ちょっとずつ密度を上げていきながらちょっと写真見せますと、例えば例えばこういうところに光ってるなとかっていうところがあったりすると、例えばこの辺りかな、こういうところをググ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 と拭き取ってみて、でティッシュでペンペンと。でもっと拭き取りたいな思ったらやっぱり激落ちくんっていうやつですかね、あいつを使えばいいんですけど、激落ちくん自体がちょっと細い線とか引けないので、ちょっとそれはどうしようかなと思ってて、それでなんかピンク色に光りましたね。うわすごい額を、そんなんお嬢さんになんかこうたってくださいよ、もう本当にもう。お嬢さん怒っていいよ。もう父ちゃんそんなに扱ったらあかんって言って、まあパチンコ行くよりマシやって言うかもしれませんけど、すみません、もう本当にもう。すごい額を本当に。で、こういうふうにこうちょっと向こうからの木漏れ日、すみません、本当にもうありがとうございます。もうようやくですね、綿棒が買えます。次の2人目生まれてきたらまた同じ作業を僕がすることになると思いますので、その綿棒を買いたいと思います。汚い話で200人も聞いてる。ギブアップということで諦めたから、なんかあれですね。昔学生でおったな。なんかコンクールというのがあって、それどっかで話してるんですけどね、あれ何で話したかな。最近それ録音したんで、なんで話したかな。水道端美術学院というところで全国なんとかコンクールというのがあって、学生たちがいろんなところから受けに来たり、高校生が受けに来たり、もともといる浪人生がいて受けに来るやつがあって、で僕がそのクラスの子たちに「お前ら多分上位3番ぐらい入れへんから、入れへんかったら俺も丸坊主にしたるわ」って言って、お前ら入ったら坊主にしたるわって言ってですね、じゃあ俺らもじゃああれですよ、入れんかったら坊主にしますよっていうですね、今でいうパワーハラスメントですけどね。そしたらね、その子たち見事に坊主になったというお話を多分近々上げる動画の中で確かしていたような気がしますので、何の動画やったかな。よいしょ。
ちなみに綿棒いってみましょうか。使えるのかな。水かなんかつけてちょん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 としたらなんかなりますかね。あ、取れるわ。取れた取れた。ちょっと取れますね。ちょっと取れますね。すみません、もう動画ではもう見えないかもしれませんけどね。ただあんまりやりすぎると髪痛みそうですけど、まあ、傷んでもいいやぐらいの気持ちでやってますけどね。あ、すごいすごい、取れる取れる。こりゃ使えるわ。木の中に光が当たっているということで諦めましたね、秋安さんもね。高3のあれですか、スーパーチャット的なやつですか。この辺なんかすごい光ってますよね。こういうところも激落ちくん的な。まあ、1時間6分経過しました。でちょっとこういう本当にチラチラ見える、これも毛があれがチラチラ見えるところなんかはちょっとお茶のコーヒー飲みますね。ええ塩梅ですね。うわ、なんかまた入ってます。1220円で高3、2人目。やった。買った。まあそりゃそうですわ。ね。私は大体こういうの書こうって決めてますもんね。ちょっと最後はね、あと2、30分はちょっと密度を上げていく作業していきましょうね。せっかくやったらね、ある程度作画動画にしてるぐらいのレベルのものを上げといたらですね、皆さんにとってはもう一手一手全てが参考になると思いますのでちょっとそのぐらいまで持っていけそうなら持っていこうと思います。喋りながら書いてるんですもんね。これなんかほんと一つの芸みたいになってきましたよね。近いうち新聞の人とテレビの人と会うから取り上げてもらおうかな。面白いんですよって言ってですね。ね、こんな80歳が見ている YouTube があるのか。テレビの人は取り上げにくいでしょうけどね、新聞の人やったら取り上げてくれるかもしれませんね。こんな80代の人が絵を送ってきてそれを公表するなんていう世界的に見てこんな YouTube はあるのか。新しい試み。でもなんか立証できたっていうかですね、皆さんが上達していくっていうのを見せたかったんですよね。言葉だけでもある程度上手になっていくということを立証したかったというか、やっぱりですね、そういう、すみません、皆さんを実験に使わせてもらっているんですけどね。本当にひどいですよね。実験っていうと変ですけど、皆さんが本当に上達していったっていう様をですね、実際にこの間の本当に仏高評会、後からコメントくださった方感動しましたもんね。一番に選ばれた方ですね、エジプトの絵とかですね、長崎の絵描かれた方、エジプト旅行に本当は行く予定だった友達が行けなくなったから、あの方に代わりに行ってもらったと。で、その代わりに行ったということやから頑張って絵を描いてこんな感じやったよっていうのを伝えようとして相当頑張って描いてらっしゃったということで非常に感動したということでですね、もう本当にあれはなかなか感動しましたね。あとここにもコメントくださっている方ですね。電気会社のあの人と読売グループの会長さんの名前を足して割って2で割ったような名前の方ってよく言ってるんですけど、その方の成長とか見たらめちゃくちゃ感動しますよね。すごいですよね。ああいうの見るとなんかやってて本当良かったなと思いますし、学生さんとかにもね、ああいうのすごく今後もアーカイブとして残せていけるので、そのためにも結構厳しくですね、著作権のことを言うていかんと、もし後で削除とかなってしまったらですね、一緒に乗ってる人がやっぱね申し訳ないじゃないですか。だいぶ密度が上がってまいりました。いかがですか。もうちょっと頑張りますよ。ちょっと静かになってきたところを見ると、今白です。白入れです、最後というかちょっと密度を上げるときにちょっと今白も入ってきました。不透明水彩的な使い方ですね。拭き取ったところもあれば拭き取って白っぽいのを作ったところもあれば白みたいなのを塗りながら明るいところ枝なんてピュッ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 と描いてみたりとか。ちょっと例えばめちゃめちゃビビッドな新緑みたいな、これ5月に行ってるんですね。
こういうところの緑ですね、明るい緑みたいなのはこの上から描いていこうと、初めからこれおいすみません、ちょっと後ろに入って机の後ろに入っていっちゃいましたんで取ります。初めからこういうところは最終的に描いていこうかなと思っておりました。ぼちぼち質問とか遠慮なくしてくださいね、皆さんね。もうちょっとというか、もうちょっとやりますけど、ちょっとだいぶ落ち着いてきたので、この辺ダメですね、全然ね、書いてないですね。もうちょっと書いた方がいいですね。落ち着いてきているので、遠慮なくなんか質問あったら全然違う質問でもいいですし、なんか答えれる範囲で答えますよ。ひろゆきさんすごいですよ、何でも答えますよね、あの人ね。うちの学生さんもみんなっていうね、知ってるって言ってましたもんね。僕案外早いうちにあの人気づいてましたもんね。2チャンネルであれの人っていうのももちろん知ってたんですけど、この人頭いいなって思ってですね。でもあの方も浪人してるんですよね。僕一個下で池袋でなんか浪人してたって言ってたから、僕予備校の先生で教えに行った時本当にニアミスでなんか多分いたと思うんですね。池袋のサンシャインのなんかサンシャインじゃないわ、東京芸術劇場あたりの、噴水があってどうちゃらこうちゃらみたいな話をどっかでしてたんで、めっちゃニアミスやと思ってですね。ちょっと緑を描く前にもうちょっとやっぱ暗い色で、描かなあかんとこがいっぱいありましたので、もう一回描いておきます。いや、暗いところは不透明の黒使ってないです。暗いところは不透明の黒を使われていますかという質問に対して、いやいや、透明水彩の本当に今回出している、これガッシュは本当これ、ガッシュというかポスターからこれだけです。で、あとは普通にこう透明水彩の黒です。で黒とかだけじゃなくて、黒どっちかと入れてなくて、これなんやろな、草壁の209番って書いてあるのかな、200何番の多分なんかこう茶色バンダイキブラウンみたいなのかバーンとシェンナなのか知りませんがと、何ですか、これはインジゴみたいな色かプルシャンブルーかどっちかですすみません。でそれを入れながら暗い黒に近い色にしていって、若干茶色が強いところは茶色を強めにしたりとかっていう風に調整していってるだけですよ。よいしょ。なんかね、僕なんか教えるの好きなんてもうバレてますもんね。こんだけ全部見せる人いないですしね。教えるの面白いんですよ。人が伸びていくのって面白くって、ですね、まあ僕は写実画家とは自分では言ってないんですけども、人間描く以上は人間観察が好きで、人間研究をしてしまうんですね、癖で。でそのこの人こういう行動取るんちゃうかとか、この人はこうなっていくんちゃうかとかで、そういうのが好きなんで、結局先生という仕事も好きなんですよね。よく言われるんですよね。こんだけ絵描いててこんだけあれやったら売れてたらやめても食うていけんじゃないですかって。でも好きなんですよね。そしてこの動画作りとかがまさかこんなに面白いとは。もともと SNS は好きで、もう最近はあんまりやってないですけど Facebook とかにめちゃくちゃ長い文章とか書いてたんですよ。悪口ちゃうな。でそういうのとかもなんかこう文章を書く訓練にもなるし、文の才能がないからっていうので、書いたりして、行ったりとかして10年ぐらいそういうことをやってたら、この YouTube がまた面白いですよね。障害者も学んでるんですね。素晴らしいね。もう障害者の方もね、いいもの本当にキラッと光るものがありますもんね。障害者の方とか。前もどっかで言うてるんですけど、僕も児童養護施設ですっけ、で1年間毎週2週間に1回、土曜日教えに行ってたことあるんですよ。なかなかこうですね、そういう習い事とか行けない、すいません、ちょっと元気な若者たちが今バイクと呼ばれる、車でバイクででなんかその日頃習い事に行けないっていう子たちに教えに行ったりしたこともあって、そしたら幼稚園児から高校生まで一緒に教えてたりとかですねもちろんあれですよ、お金もらわずボランティアで行ってたんです。2011年2年震災の後ですかねに行ったりもしてましたしね。面白いんですよ。100円ショップのものを大量に買ってですねいやこれ使いって言ってですね、
やったりしたこともありますよ。よいしょ。本当いろんな方がいてですね、面白いですね。だいぶ密度上がってきましたね。どうですか？おしゃべりしながらやってるんですよ。でこの辺はググッと書いているんですけど、他はそこまで書いていないというか、書いていないですけど、ちょっとずつ密度を上げながらちょっと今で1時間15分経過しました。質問があれば遠慮なくして。フィンガーペイントの方の作品、良かったですね。確かにね。もういろんな方がね、本当に面白いですよね。文科省の人もこういうの見てほしいよね。面白いじゃないですかね。こういう取り組みを実験的にやってるというですね、大学の人は見てくれているというかですね、いうこととかですね。美術でこうやって世界とつながれるということですね。年齢も超えてつながれるということを立証したかったというかですね。立証したところで何があるわけじゃないんですけどね。自分が楽しいだけなんですけどね。今週初めて油絵をそうですか。うわー、たくさん動画を拝見させていただいて毎日楽しい。わー、それは素晴らしいね。なんかこうストレスのたまる1年間ちょっとだったですもんね。皆さんもそうですし、私もそうでしたもんね。なかなかこういうの人生においてないですけどね。でもなんかインターネット的なやつがあるおかげでこういうことができるんだなと思うとですね、ゴシ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 、この辺ちょっと1本ぐらいなんかこう白抜きに近いのができたらいいな。ゴシ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 、こういうところでこれを使えばいいのか。うちの息子の何かに突っ込んで何かを掘り出していたあの道具。よいしょ。そして何かが出てくる。あんま出てこんかった。ここなんかもキラーっと光ってますね。結構これ濃く塗ってるからこうやって拭き取ることができるんですね。で濃く塗ってないとなかなか拭き取れないというかですね、濃いというか絵の具のなんていうの、濃さですの濃度なんていうの濃度っていうの、絵の具をたっぷり塗ってるというかですね。よいしょよいしょよいしょ。そしてまた複雑にしながらディティールも詰めながら、最終的にはこう、写実系の的な人の描き方というか、そういうのは描きながら描いていって、最終的には複雑になっていって、あれどうなってるの、あれ絵の具じゃなくて物に変わってくるっていう風になってくるのが一番理想的なわけですね。だから今は絵の具という状態から徐々にこういろんな手を変え品を変えやっていくと複雑になっていって、あれどうなってるのかなというよりは、木やんかみたいな風に見えてきたりするわけですね。よいしょ。ね。先生は写真の中に見せ場にはならないような手前の石かっこいいなと思っても全体のため泣く泣く省略しますか。そういうこともありますよ。でもなんか省略それもありますしね。もちろんこう泣くってことはないかな。泣くっていうか、泣くやったら省略しないでそれをうまく生かす方法を考えますけどね。それをうまく生かしながら書くということをしますよ。どういうことですかって言ってもちょっと具体例がここにないのでですね。じゃあちょっと先ほど言ってたやろうかなと思ってたこと少しありますね。なるべく生の白に近いきれいな水できれいな白、ちょっと今度はちょっと透明水彩の白を使って、こちら濃度多分高いと思うので、こういうので少しこう新緑的な葉っぱもちょん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 、まだおるな。寝てるのかな。ね、明るい色を少しこう描きながら完成度を上げていきながら、不透明水彩の明るい緑のところをちょん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 拭き取って出てきた白にもあって覆い尽くすような明るい緑もあってですね、ちょん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 。
もうちょっとこう濃いめの緑があってもいいかなと思いますので、こういうぐらいの色作ってちょん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 ち
ちょっと喉がカラカラになってきたちょっとすみません。お腹と喉がすみません。ガムを噛みながらで申し訳ない。喉を潤すのには唾液を出すしかないので、ちょん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 。でちょっと不透明水彩みたいなのが少しこう画面の中入ってきたらより複雑になってきてるの分かりますか？手前の影の多い小石がお地蔵さんみたいで可愛かったので、どんなことかな、ちょっとよくわかんない、すみませんごめんなさいね。ちょん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 。筆さばきが早送りみたいに見えますか？それでプラス画面を見ながらプラス喋ってるんですよ。なかなかでしょ。いますね、恐竜。行きたがらなかったのかないますね。いるな、やつは。ちょっとこの辺がもう少しできたらよかったですね。ちょっと書いとけばよかったなと思いましたけど、ちょっと書くと時間かかりそうな気はするので、今で2時間1時間22分経過。笑ってる笑ってる笑ってるぞ、おるぞ。おるぞ。84歳の生きがいにもな、うわもう本当にもう今なんかね、人生100年時代っていうか、もう多分今の84歳の人はあとね35年ぐらい生きるでしょうから、人生135年時代ぐらいに125年時代ぐらいに入るでしょうね。だからあと40年ぐらい頑張ってくださいいや俺は無理やな、長生きできひんもんな。もう酒は飲んでタバコもめちゃくちゃ吸ってたからもう無理なんで、それは諦めてますが、皆さんはね155歳ぐらいまで生きてください。もうぜひですね本当でも80代で成長するっていうことが立証できたという自負がありますもんね。あ、これはすごいなと。皆さんがこう伸びるっていうことがあるんやなってことはすごいなと思いますもんね。こういうのを本当にこう科学的に研究するような人がいたら面白いですね。例えば僕なんかはしたくもないので科学的には研究できないじゃないですか。絵が成長したという立証ってめちゃくちゃ難しいと思うんですよね。よいしょ。今不透明のちょっと色が入っていて、特にこの辺りがこう地面が見えていて葉っぱみたいなのが少しありますぜっていうのが少し描けたら地面に見えてくるかなっていうのとか感じがありますね。後ろの方の枝もちょっと後でも描きたいな。本当これは全部うちのもう妻が全部こうやってね、いいよいいよと言ってくれるおかげなんでね、皆様感謝してくださいね。僕が楽しく絵を描けるのはもうまさに本当にそうなんですよ。こんなねのんきに土曜日の朝から子供の面倒も見ずにYouTube でヘラヘラ笑っているということを許してくれるようなね、もう素晴らしいですね。感謝感謝。本当にもうちょっと不透明水彩がね入ってきて、
密度感が出てきたのが分かりますか。で最後の方になってまいりました。もし質問があったらですね、ぜひですね、質問してください。ぼちぼち終わろうと思います。あと何分ぐらいで終わろうと思いますが、ちょっとどうします？出します？やつを。やつを出します。やつが来る、言ったら来そうな気配ありますよ。もう見たくない人は消してくださいね。まだ下におるっぽいので、少し出してみます？やめときます？どっちでもいいんですけど、ちょっと向こうからの木漏れ日的なのも生の白みたいなので少し書いておいてですね、少しこうなんかカチッとしすぎてるなと思ったらですね、どこ行った？ここか。シャシャシャぴょんぴょんぴょん、ちょっとにじますようにですね、ちょん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 とこうしたら、向こうからのこぼれ日みたいなのも見えてくるかなと思います。やっぱり結局1時間半ぐらいでしたね。いろんなライブペイントあるかもしれないですけどね、1時間半ぐらいである程度までこうやって完成まで持っていくというのはあんまないんじゃない？自分で言うとるぞこいつ。ちょん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 、このおっさんなんか自分で言うとるぞって感じでしょうね。ここにキラーっと光ってんですね。まだまだ書けますね。もうちょっと書いていいですか？もう皆さんお昼ご飯食べたいとか、もうね、10時やからもう寝たいとか、そういう人寝てくださいね。もうちょっと書けそうっていうか面白いので、もうちょっと行こうかなと。いつも作画動画2時間ぐらいで大体書いてたり、長いやつ3時間4時間とかやるんですけども、この1時間半ではちょっと書かないですもんね。もうちょっとやっぱ書けてますのでね。もうちょっとすみません、私の体力もガムを噛んで戻ってきたので、勝手に退出していっていただいて結構ですので、皆さんその辺はお任せいたします。質問があればしてください。会いたいですと恐竜ちゃん出してください。出す出すとか言って出す。ちょっとこれカメラを外してあれせんといかんのでですね、ちょっと揺れますけどね。皆さんが見たい人はじゃあ少し聞いてみましょうか。なんかこうちょっとすみません、これという感じでですね、まあもうちょっともちろんやりたいんですけども、ちょっとこう一回外してみましょうか、マスキングテープね。でそれでちょっと見といてもうて、わーんとか、やっぱマスキング持ってきましたわ今、紙ね。よいしょ。ピュー。1時間30分ちょうど、今28分でございます。みたいです、絵も恐竜もどうすればいいかな。ちょっと待ってください、どうすればいいかな。あれがないんですよ。カメラを置くスタンドがないので、ちょっと待ってくださいね。カメラスマホを置くやつが、実はここに音声がくっついているようなあれがあって、という感じで皆さんちょっと作品を見ておいてください。こんな感じでどうでしょうか。感じですか。先生は他の画家さんと YouTube とかちょろちょろ見るようにしてますよ。なんかあんま被らん方がいいかなと思うね。人がやってることをもうね、同じことやるよりはっていうので最近ちょろちょろ見たりします。なんか出てくるんですよ。私の小木曽の視聴者はこれも見てますみたいなんで、たまにでも内容は見てないです。書いているもんとかこんなことしてはるなと思ったらちゃうことした方がええなと思っていたりしますよ。額縁効果とビールの喉越しは近いものがありますよね。うわーっていうね。こちら野田市晴天です。これからじゃがいも掘り予定する。ありがとうございました。わあすごいということで、ちょっと恐竜さんちょっと準備しましょうか。こんな感じでございました。ちょっと23分待ってくださいね。コーヒーがうまい。ちょっともう完璧に準備ができてからじゃないと、もうあいつは大変な男なんでですね。よいしょ。
ださいね。今準備をしております。今ちょっとカメラをちょっと外しますので揺れますが、ちょっとすみません。ちょっとカメラを外しますので。うわーとか言ってるんですよ。うわ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 、よし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 、何かを持ってまいりました。ちょっとこう座ってね。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。この状態やから、ちょっと待って、この今外します。うわっ、うるさいでしょ。もうすでにうるさいでしょ。そーっと外して画面横向き、見えてますか？逆ですか？こうか？こうかな？これ見えてますか？大丈夫かな？セッティングがこれめちゃめちゃ難しいね。うるさい男映ってますか？これはうわ出た。ということですみません、ゴミ袋まで映っておりますが、なんかメロン持ってはりますよ。なんかメロン持ってはります。うわこれすごいね。めちゃくちゃ夏の少年でございます。皆さんのコメントもちょっと見ましょうか。汚いね。ありがとうございました。きた恐竜くん、メロンです。すみません、ありがとうございました。すーちゃんメロン。なんだろうね。あっち見て、ほら、あっちカメラ見てよ、キャメラ見て。ね、皆さんご視聴ありがとうございました。トゥースでできんの？トゥースって言ってます。聞こえて。パパママは見てる人ね、じいじばあば、はい、じいじばあば、じいじって言いました。ありがとうございました。本日の作品は後ろちょっと映ってますが、こういった感じになりました。恐竜くん、夏の恐竜くん、なぜかメロンがありまして、メロンの人はいるのかな、何かわからないと思いますが、無事届きましたよ。北海道からメロンですね。ありがとうございました。ボールではなくメロンでございました。以上、やつが来る。かわいい、声かわいい。言葉が上手になっています。向こう見て、向こうカメラね。じゃあ、ということで、本日のライブ配信は終わりたいと思います。それでは終わります。ありがとうございました。うえーはい、待って。はい、消しますんでね。重たい。終了。